株式会社スマレジ代表取締役の山本です。営業担当役員の地引です。管理担当役員の田川です。はい、株式会社スマレジの第16期第3四半期の決算説明動画を今から進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。会社案内であったりとか事業の説明、事業概要に関しましては割愛させていただきまして、今の第3クォーターの状況についてから始めていきたいと思います。まずはじめにですね、新型コロナウイルスによる状況についてというところが一番お問い合わせをいただくところですから、そこからまず始めたいと思います。今年2021年の1月からまた2度目の緊急事態宣言が出ていまして、スマレジってやっぱり店舗さん、飲食店さんとか小売店さん向けのビジネスをやっているものですから、結構影響があったんじゃないかというところをたくさんお問い合わせいただいております。そこについてですが、資料の4ページに、これ前回も載せていますが、左側がスマレジを導入してくださっている店舗様の取引の状況、取引数の推移、右側が当社のクラウドサービス月額利用料、サブスクリプションの売上の推移となっております。この、3ヶ月、営業の現場の方で地引さんどうだったでしょうか。はい。第1回の緊急事態宣言、が終わってからですね、市場は徐々に回復基調に、行っておりました。しかし、第2回の緊急事態宣言のところからですね、当社の年末年始の閑散期にも重なりまして、少し後半は弱めの傾向となってしまいました。しかしながら、足元の営業活動としては、回復傾向にありまして、特段大きな問題はないというふうに考えております。はい。月額利用料の推移で見ると、前回の1回目の昨年の4月の緊急事態宣言の時は、アカウントの休止とか、それから解約っていうのが目立ったんですけれども、今回はそこまで前月を下回るということではなくて、少しの微増でとどまったというような状況ですかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。次のページに行きまして、商談です。商談数を掲載しています。で、月次で波はあるんですけれども、商談の数と、それから薄い青色で、オンライン商談の内訳を記載しております。こちら営業面でどうだったでしょうか。はい。これも第1回の緊急事態宣言の時は、オンライン商談というのはほとんどやっておりませんでしたので、それをするためにですね、切り替える準備をもろもろしておりました。多少戸惑ったところがあったんですけれども、今回の第2回の緊急事態宣言においては、第1回やっていたっていうこともあってですね、また日々その資料だとか、営業をブラッシュアップしてたということもあって、特に混乱することなくスムーズに行うことができたと思ってます。はい、ありがとうございます。続きまして当社の取り組みです。こちらは前回も掲載しておりまして、感染防止に向けていくつかの対策を取っておりまして、引き続き対策をしてまいります。続きまして、決算概要に進みます。業績のハイライトでございます。こちら管理担当役員の田川さん。はい。続きまして業績のハイライトでございます。まず売上高が、今回の第3クォーターの累計期間で売上高23億1300万円。営業利益は5億9100万円。で、通期予算が32億5100万円で、進捗率は 71.2% となっております。で、営業利益も、予算が6億7800万円で、進捗率は 87.1% となっております。売上高の方は 71.2% なので、通期の進捗でいうと少し後ろぐらいですかね。で、営業利益の方は若干達成に近づいているという感じでしょうかね。第4四半期の見通しというかっていうのをたくさんお問い合わせいただいてますんで、ざっくりもしあればお願いします。はいはい。先ほど説明もありました通り、当社のですね、サブスクリプションモデルでの売上の積み上げがあることと、もう一つは、第4四半期は、例年、
新規のですね、店舗獲得が進むということもあって、特段大きな心配はしておりません。予算達成に向けて、頑張っていこうというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ページを少し飛ばしまして、12ページまで進みます。こちら先ほどの売上高と営業利益のグラフの推移になっております。営業利益率が少し高めで進捗しております。はい。続いて四半期の損益計算書でございます。こちら時系列で、昨年期から、今期の、クォーターで第3クォーターまで埋まっているような表になっております。で今期が、第3四半期会計期間で売上が8億3400万で売上の原価の方が3億200万円で売上総利益は5億3200万とで販管費も2億8700万で営業利益は2億4500万となっています。でここでちょっとぜひ見ていただきたいなと思っているのが第3クォーターですね。今回の第3クォーターで比で見ると2020年4月期の第3クォーターが売上は7億の200万円となってましてクォーター比だと 109.2% と第3四半期で去年の頃ってやっぱりコロナがどうなんだろうとちょっとなんか出てきたのかなと。でも日本って誰もここまでこんなことになると思ってなかった頃だったので、ただ軽減税率の影響もあって第2クォーターのところで売上がだいぶ跳ね上がってはいたんですけど、その2020年4月期第3四半期はそんなに言うほど軽減税率の後の売上の落ち込みとかはそんなになかった頃なので、そこをサブスクリプション売上を中心にカバーして今回第3クォーターのところで8億3400という数字が出たっていうところは非常に喜ばしいと思っております。ありがとうございます。直近1年で一番の最高の売上が出ているということですね。はい、ありがとうございます。続きまして14ページの方に参ります。クォーター単位での営業利益率がここで表示されています。営業利益率が一番直近で 29.4% ということで、少し出過ぎているというか、いい結果になっているかなと思いますが、大体の例年の推移でいくと、1、2、3と営業利益率が上がってきて4クォーターで下がると。っていうのの繰り返しになっているかなと思いますが、高橋さんどうですか？はい。今ちょうどですね、第3クォーターって閑散期の頃に近いかなと。でもその中で数字が取れていって、でもコストの方も営業利益率が高いのって、僕みたいな人間はすごく嬉しいんです。嬉しいんですけど、今期締めるにあたって、今後コストを使っていって、しっかり業績が達成しつつ、全社乗って次の期につながるような期になったらなと思っております。なるほど。はい。今年度は、開発のメンバーを除いて全体的に、採用活動を一旦止めたっていうのもありますので、それでちょっと利益が出たという感じになっておりますかね。はい、ありがとうございます。次に参ります。売上高の内訳となっております。下の青い塗りの部分がサブスクリプションの売上が積み上がってきております。上の薄い青が初期費用ですね。初期費用っていうのはソフトウェア代金の初期費用ではなくて、スマレジのようなレジを販売する場合に、iPad だけではレジできませんから、レシートプリンターとか、それから現金を入れるキャッシュドロワーというんですけれども、そういった周辺機器の販売っていうのが必要になりますと。それが初期費用の類になるんですけれども、それが積み上がっておりますという感じです。こちらは、トピックスありますか？ジプさんありますか？はい。今期からですね、結構力を入れて開拓しているクリニックとか医療の分野での顧客獲得が関係しているというふうに考えております。この分野においては、1顧客あたりのですね、機器の単価がかなり高いもんですから、件数が少なくても金額が跳ねるという傾向にあります。はい。そうですね。サブスクリプションが積み上がっているのと合わせて、機器販売の方も3億6千万なので、かなり、上振れているという感じで、それが医療系とかの自動釣り線機の売り上げが寄与していると。はい。はい、ありがとうございます。
続きまして、サブスクリプション売上の ARR です。ARR が 19.2 億となっております。次に、はい。営業利益の増減分析でございます。で、こちらなんですけど、これは9ヶ月の、クォーターでなくて9ヶ月の累計の方の数字になってます。で、主に売上が、マイナス2億1500っていうのが出てるんですけど、こちらは、前会計期間の時は、軽減税率もありましたので、累計でいくと売上がちょっとマイナス2億1500となっているというような状況でございます。で、その分サブスクリプションの方が順調に伸びてますので、逆に原価が良いというような形になってまして、それで粗利で稼いで、コストなんですけど、若干、設備投資等で、増してはいるんですけど、しっかり5億9000という、利益が出ているというような状況になっています。はい、ありがとうございます。次に進みます。従業員数の推移です。こちらが特にコロナの影響が一番大きかった項目かなと思うんですけれども、昨年の2020年の4月から5月頃に、この年度の予定を立てるわけなんですけれども、ちょうど緊急事態宣言が1回目の宣言が始まったところでの、年度スタートだったっていうのもありまして、開発のメンバー以外は採用活動を一旦止めると。で、この見通しが立たない中で一旦守りに回ったっていうのがありましたので、採用を一旦止めたというところがありましたね。なので、少し退職者が出たというのがありまして、従業員が少し減っておりますが、今後また、中期経営計画も発表しましたが、積極的に採用するという方向にまた舵取りをしていこうかなと思っております。はい。続きまして、事業の状況の報告をいたします。2021年4月期第3クォーターのトピックスです。まず一つ目が、大きなところで言うと、スマレジの CVC、コーポレートベンチャーキャピタル、スマレジベンチャーズが始動しております。二つ目は、対象賞金1000万円として、スマレジのアプリコンテストを今開催しております。3点目は、品川にショールームを増設しております。はい。次に22ページの方に進みます。スマレジ4ということで、バージョン4の進捗なんですが、目玉となりますスマレジアプリマーケットをスタートしておりまして、その中でスマレジ専用アプリといいますか、スマレジの拡張するような追加機能とか、アプリを第三者に作っていただいて、スマレジの上で販売していただくという取り組みをしておりますが、そのアプリの数っていうのはまだ少ないんですけれども、パートナーさんがどんどん増えてきておりますということで、直近どうでしょうか。はい。はい。1月の末の段階では、まだアプリは10個ちょっとという形になっております。スマレジはですね、販売に必要な機能をもうたくさん有しているんですけれども、あくまでそれは一般的な機能でありまして、特殊な機能、例えばですね、中古販売とかですと買い取りの機能だとか、あるいは美容院とかですと、電子カルテとか、そういった機能が必要になるんですけれども、そういう一般的ではないようなちょっとした機能っていうのはスマレジには標準で搭載しておりません。で、そういったものをですね、スマレジのアプリマーケットにて、我々のアプリのパートナーさんとともに、話をしながら、今こっちにそういった追加の機能をですね、アプリとして提供していただけるように話をしているような段階になってます。はい、ありがとうございます。開発パートナーさんが今法人個人合わせて340件になっております。いろんなアプリが出てくるといいなというふうに考えております。続きまして、少しページを、送りまして、24ページ、店舗数の推移でございます。登録店舗数全体で 92,824 店舗となっております。うち有料が 18,381 となっております。次にアクティブ店舗率ですが、こちらは 24.9% となっております。次に、有料プランですが、有料プラン5つありまして、その内訳を掲載しております。プレミアムプランという4000円のプランから、1店舗あたり4000円のプランから、7000円、1万円、1万2000円
で、プラスアルファで15,000円というプランまでございまして、その内訳を記載しておりまして、全プランとも伸びております。4,000円のプレミアムプランが181店舗増えまして、3,055店舗になっております。プレミアムプラスプランが591店舗増えて 6,194 店舗になっております。フードビジネスプランが79店舗増えて 3,002 店舗。リテールビジネスプランが319店舗増えて 6,475 店舗。フードビジネスとリテールビジネスを掛け合わせたフードリテールが8店舗増えて118店舗になっております。続きまして解約率ですが、こちらは低い状況を保っておりまして、一番直近で 0.53% となっております。次に ARPU ですが、横ばいとなっておりまして、7,410 円となっております。こちらは、1社あたりではなくて、1店舗あたりの顧客単価というふうになっております。続きまして、30ページの方に進みまして、スマレジの勤怠管理システム、スマレジタイムカードの状況報告です。登録店舗数が 96,349 店舗となっておりまして、登録されている社員数が160万店舗、160万人程度と、順調に伸長しております。続きまして、通期の業績の見通しの方の報告をいたします。ハイライトを掲載しております。地引さんお願いします。はい。売上高のですね、3級までの、進捗率が 71.2% というふうになっておりますが、はい、ここにおいてもですね、先ほど説明したことに完全に重複してしまうんですが、ソフトウェアの方のですね、サブスクリプションの売上が積み上がっていることと、あとは、これから、第4四半期に向けて、繁忙期になってくるということもあって、100% の達成ができるように、頑張っていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。続きまして34ページの方に進みます。こちらはですね、5カ年での売上高の推移となっております。今年度の売上見込みが32億5,000万ということで、こちらの達成に向けて今第4四半期を走っておりますが、昨年度と比較しますとほぼ横ばいになってしまっているという状況なんですが、このグラフを見ていただきますと、直近の5カ年で見ますと売上高は順当に成長していると言えるかと思います。この1年前の2020年4月期のこの網がかっているところに軽減税率特需というのを書いてますが、昨年度はですね、ラッキーというか消費税の増税と、また消費税の複数税率ですね、8% と 10% っていう税率が複数がミックスされてお会計されるという新しい取り組みが始まりまして、それに関してレジの入れ替えの特需、また国からの補助金っていうのが出てましたので、昨年度が非常に異常値といいますか、非常に大きな売上高となったというのがありまして、でまた逆に今年度はコロナの影響で少し停滞気味であるというのが両方が合わさって横ばいに、売上高はほぼ横ばいにはなっておりますが、顧客数は順調に増えているというような状況になるかなと思います。はい、次のページですが、こちらは今度は年単位ではなくて四半期単位のグラフになります。下の濃い青の方はサブスクリプションの売上ですから、お客様の数は順調に増えてますので、こちらのサブスクリプションの月額も順調に、少しずつ増えてきております。で、上の薄い青の初期費用の類なんですが、機器販売等という名前でやってますが、こちらの方はワンショットでの売り上げになりますから、かなり上下しやすいというところで、先ほど申しましたように、一昨年度から昨年度にかけては軽減税率の特需というのがありましたので大きく伸びましたが、一旦落ち着きまして、その後コロナの影響で少し落ち込んだものの元の成長カーブに戻ってきているというような状況になっております。
37ページの方の販売戦略でございますが、4点掲げておりまして、こちら前回の第2四半期でもお伝えしました通りで、特に変更はございません。引き続き、販売を強化してまいります。38ページの方は、先ほども申しましたが、スマレジベンチャーズ、コーポレートベンチャーキャピタルをスタートしております。社外取締役で元セールスフォースベンチャーズの浅田氏にご就任いただいていることと、また1月から新たに常勤の取締役として元ジャフコベンチャーキャピタルの高間立氏にジョインしていただいて今取り組んでおります。投資だけではなくて、そのアプリマーケットにアプリを搭載してくださるパートナーさんとのアライアンス、販売アライアンス、それからセールスを一緒にやっていきましょうという三つどもえの取り組みでやっていこうとしております。そちらについて第1号の案件が出ておりますので、そちらの報告をお願いします。はい。LBB さんに、第1号案件として出資させていただきました。LBB さんは、お客様がですね、主に飲食店向けのオーダーのサービスをしておりまして、お客様が、ご自身の持つ、スマートフォンで、飲食店等のオーダーをするというようなモバイルオーダーの仕組みを提供されております。こちらの仕組みは我々の既存のお客様からもですね、多くの要望をもともといただいていたっていうこともあって、第1号案件として LBB さんと共にやらせていただくことになりました。これらの取り組みを通じてですね、双方顧客の紹介をしたり、獲得をしたりという協業の体制をしっかり築いていきたいなというふうに思っております。はい。コロナ禍の影響で、そのモバイルオーダーっていう飲食店の予約販売に近いんですかね、の問い合わせがたくさんいただいておりますので、このアライアンスをきっかけに、販売を伸ばしていけたらいいなと思っておりますと。はい。で、最後は、今後の展望について、マクロで記載しておりますが、こちらの変更はございませんので割愛いたします。一番最後のページの43ページですが、今回新たに中期経営計画を発表しております。こちらについてはまた別の資料と別の動画でまたご紹介しますので、ぜひご覧ください。はい、で、一番最後いいですか。はい。IR 担当の方から IR ニュースレターであったりとか、LINE を通じていろんな情報を発信しておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。以上をもちまして、第16期の第3四半期の決算報告を終わります。最後、あと3ヶ月も切ってますが、通期で予算達成に向けて、役員、従業員一同全力で取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。一つ目のご質問です。今期売上見通し達成に必要な4クォーターの売上は9億3800万円となり、これは前年同期比 30% 増、直前の3クォーター比では 12% 増となります。一方、有料会員数は前年同期比、直前の3クォーターに比べてともにそこまでは伸びていません。四半期の半分程度が主要都市での緊急事態宣言下に入ってしまった状況下で、この売上計画は相当チャレンジングな数字だと思いますが、どのような方策で達成を目指すおつもりでしょうかというご質問をいただいております。ありがとうございます。おっしゃるように、前年同期比 30% 増の高い目標となっておりますが、年間を通して今回、コロナの影響下で、営業活動をしてまいりました。年度の初めから営業部内でコロナの状況下でも営業活動ができるようにということでいろんな対策、施策を1年かけてやってきておりますので、そういったところの効果が出てくるものと見込んでおるものと、それから月額利用料は積み上げですが、積み上げになっていますので、1クォーター、2クォーター、3クォーター、4クォーターがやっぱり一番積み上がってまいりますので、そちらの売上も期待しております。また、毎年のことなんですけれども、第4クォーター、特に3月の売上が
年間を通して一番高い時期に当たります。ですから繁忙期ということになりますので、4クォーターがだいたい毎年一番売上が伸びる時期になるというふうになっておりますので、それらを組み合わせてチャレンジしていきたいというふうに考えております。昨年度は4クォーターではなくて第2クォーターが一番売上伸びたんですけれども、これはちょっと特例といいますか、軽減税率の特需というのがありましたので、大きく伸びましたので、ちょっと参考値としては考えない方がいいかなというふうに考えております。次に2つ目の質問に入ります。コロナ禍でも順調に店舗数を伸ばしていらっしゃいますが、POSのビジネスを今後も拡張する上で、障壁になるものは何だとお考えですかというご質問をいただいております。ありがとうございます。店舗がですね、一旦オープンしてしまうと、お店の業務が皆さん忙しくなりますので、お店を一旦オープンしてからレジを入れ替えるっていうのがなかなか大変になります。ですからスイッチングコストが非常に高いというのが一つ言えるかと思います。ですからレジの入れ替えというよりも、どこかで毎年オープンしている新店オープンを狙って営業活動していくというのがポイントになろうかと思います。また小売店さん、スマレジのターゲットとなるお客様というのが小売店と飲食店になるんですけれども、特に小売店さんの場合ですと、今はネットショップですね、ネットショップの運営もやっていて、お店もやっているという方がもう大半を占めると思いますので、そういったやっぱりネットショップとの連携というのは今後視野に入れていくというか、重要になってくるかなというふうに考えております。3つ目のご質問に移ります。ARR のうち今タイムカードの売上規模はどのぐらいのボリュームなのでしょうかというご質問をいただいております。今までタイムカード単体での売上はまだ公開していないんですけれども、ざっくりですけれども今売上が月2000万円前後で推移しております。ですから年間で約2億円程度の売上となっております。ARR につきましては今後また開示対象としていくかというのを検討していきたいと思っております。以上です。いつもご質問ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。